country built from amazing landscapes and rich history. It's a country like no other, with incredibly unique cultural tropes. People around the world stand in awe of its wonder, from its towering cities to its majestic temples. There's no doubting this beauty, but I wanted to see another side of Japan. I wanted to explore a more unknown aspect of the Japanese leisure life. I wanted to learn about the fantasy industry. The fantasy industry is a term I designed that represents businesses that sell an ideal, bars that sell more than the drink they're giving you. These include host clubs, kyabakura, girls bar, and maid cafe. They're places where you pay more money for the company of another, but not in a sexual fashion. This extra fee allows the customer to interact and spend time with their desired workers, while they often drink, hang out, or even sing karaoke. People are spending increased amounts of money so they can slip into their fantasy of human interaction by non-sexual means. I had the very fortunate opportunity of stepping in on J.F. Oberlin's cultural anthropology professor, Katsumi Okuno's class, while he discussed the topic of human sexual desire and fantasy. まずですね、2つの大きな部分からなっています。一つはですね、人類普遍の次元、それから2は個別文化の次元と書いてます。これはこの授業の中で、繰り返しお話をしてきた人類学ってどういうふうに考えるのかということです。まずは人類の普遍性、人間の持っている普遍的な、ものとしてその事柄を考えるというのが一つ目です。それから2つ目はですね、文化の問題として考える。この2つがあります。で、この問題を捉えるためになぜそのファンタジーというものをですね、楽しむのか、あるいはファンタジーというものを、今日もやりましたが、その快楽、あるいは快感としてですね、感じるのかということですけれども。Throughout my research and field data, I was able to interview a variety of women who work in girls bar and kyabakura. They gave me insight into the industry and personal beliefs about the business. The people interviewed didn't want their names or their source information revealed. ランクがあって、ガールズバーが一番下で、その上にキャバクラがある、その上にクラブがある。ああ、OK。分かった。昔の銀座、わかる？銀座にあるようなママがいて、ママの下に女の子がたくさんいて、男の人がいて接客する。キャバクラはママがいない。そうか、座につくかつかないかの違いで、キャバクラだと一人のお客さんに対して女の子が何人かついて、こう接待じゃないけど接客するだけど、ここだと女の子1人に対してお客さんは最低でも最高2人までっていう決まりがあって、で横には座っちゃいけなくて、こういう対面の接客しかできないっていうところが結構違うかなって思います。最初ガールズバーで働いた時は、ダイニングバー、普通のバーって書いてあって応募して受かったんだけど、ガールズバーだった。基本的に男性の方がこう1名様でもいらっしゃるし、団体様もいらっしゃって、こう私たちがお酒作って提供してこう会話したりとか楽しくその時間を過ごすっていう感じですね。お店はお酒を作って話すことってなんだっけ？内容と勤務時間を教えてください。勤務時間は9時から12時か9時から4時です。はい。私？店のことはまず女の子が25人とかそんくらいいて、で同じようにお酒を作ってお客さんに出して一緒にお話をする。ガールズバーはすごく安くて、1時間2800円で
2ドリンク飲める。 And then 今キャバクラ。キャバクラは分かんない。 1時間うん。 1万5,000円。1万5000円。 1万5,000円って一人。それは飲み物と飲み物と食べ物。女の子がもしいっぱい飲んだとしたら、ドリンクが800円からアルコールがでタックスが 10% はいっていう料金です。はい、じゃあもうメニューによっては最低800円からで、そうですね、まあシャンパンとかだと1000円とかもっと高いのがあったり、飲んだ場合はで女の子にもはい飲ませてあげるとまたそれにつき800円とかかかってるから、はい、そういう感じでまた1時間いるときはまた2000円かかってプラスアルコールみたいな。でもクラブは超エクスペンシブ。キャバクラそうセット料金っていうのがあって、キャバクラは男の人がキャバクラに行ったらワンアワーで大体一番チーペストで2500円とか3000円。あ、すごい。お席のお金と女の子のお金。でもクラブ私が行ってたところは1時間で8000円。8000円。超高い。8000円。超エクスペンシブ。ウィザードドリンクス。本当？そう、お酒はまた別のお金がかかる。高い。高い。それはお客さんが払うのに。でもし私が男だったら行かないと思うし、だってね、そんなだいたい1杯で女の子のお酒1000円、2000円とかでも1000円とかでも本当こんくらいのカップに入ってるだけで、2000円のでもこんなのに入ってるだけだから、フードもすごい高いし、お茶漬けでも2000円とか。まあ言ってみればなんていうか、セックスと快楽一体化するわけですね。でセックスと快楽っていうのは一体化して、今度は快楽っていうのはですね、交接、セクシャルインターコースだけではなくて、ダイレクトなそのセックスだけではなくて、さまざまな行為へと発達していきます。でそれを具体的に言うならば、これ子供を増やすためにその受精するというふうなこと以外のですね、性的な行動が出てくるわけです。例えばそれはオラルセックスであるとか、あるいは身体に触れることによってですね、性的な快楽を得る、あるいは言葉攻めとかですね、あるいは今日やったその自虐的非虐的なですね行動であるそのエストレンとかですね、さまざまなものが出てくるわけです。で言ってみればですね、どういうことができるかというと、この快楽というのはですね、もう今のところその身体だけにあるのでもなくなってしまっている。つまりここで見たのはですね、更新成功であるから体に触れるということを含んでいますけれども、その身体、体にのみに閉じ込められるような快楽現象だけではなくて、これはヒューマニズムというふうに言われます。人のその体のみにその快楽の座があるということを捉えるのは、これもヒューマニズムだとすると、それに反するですね、反ヒューマニズム、これは渋沢達彦がこういうふうに言ってるんですが、この悪なき探求というのがあるんだよ。だから非常にその拡大していって、どんどん収集がつかなくなっていったところに、人間がその快楽を求める反ヒューマニズム的なですね、性の快楽の追求というのがあるんだよ。まあこれは人類史というか人類の普遍的な次元から検討するならば、おそらくこういった見方ができるんじゃないかということです。女性一人っていうのもめったに来ないですけど、来たりもします。1人以外の例えば女性2人とか3人とかで、まだ私は来たいっていうふうには言ってました。やっぱりお友達とかですか？じゃなくて、はい、その方もガールズバーでバイトされててみたいな、同業者の方が来たいっていうふうには結局来なかったんですけど、それはお金が余ってるからだよね。だからクラブの方は社長さんがいっぱい来た、プレジデントがいっぱい来て、お金持ち。そう別に女の子、そうだな、本当に遊び。若いお客さんっていうのは出会いの場というか、本気で彼女探しに来てる感じはするけど、ちょっと年配の人とかはやっぱりちょっと若い人とおしゃべりしたいなっていう程度とか、
なのかなっていう気はする、その時を楽しむ。そう接待とか、なんかなんだろう、自分の身近な女の人にできないことや言えないことを高いお金払って言いに来てるんだなって思う。多分普通の女の人に言ったらすごくセクハラって言われるような言葉ばっかり言う。キャバクラ、especially the cheapest stores はなんだろう、お客さんが若い人が多いからヤンガーピーポーが多いから大学生とかサラリーマンとかビジネスマン来るけど、それがもうちょっとエクスペンシブになっていくとみんなお金持ってないから、そのプレジデントとかボスとかすごい偉い人がいっぱい来る、芸能人とかだからそっちの方がお客さんは全然落ち着いてる。でもチーペストの方はすごく、品が悪いっていうか、その指名してもらってるだけで好かれてるんだなって分かるから、言いやすいし喋りやすいし、なんか別にたまに喧嘩とかあるかもしれない、ある時もあるけど、なんだろうね、ありがたいし、全然不快とかそういうのはない。私もそうだな、基本的にはすごい好き。あ、そうなん、自分をついてくれてるんだ。で来てくれるとすごい嬉しくない？嬉しい。来てくれたのみたいな。そうめんどくさいと思う時もあるけどね、その分。それはちょっと度を超えてとか、なんかあっちも駆け引きしてくるからさ、ね、してこない、なんか急にパタってこなくなって、いや、そうなんだ。メールとかもいろいろ考えてるから、こいつめんどくさいなって思ってるけど、もうエロスというのはですね、実は性的な事柄じゃないというようなことをお話ししました。実は交換的なもの、あれ経済的なものだというような言い方をバターユであるとか栗本慎一郎がしています。さらにはですね、シーサーがすると思ってきたんですけれども、性行為というのは通常禁止されているものを審判するよりも透水度が高い。通常禁止されているものを審判する、犯すとですね、それは非常に透水度が高いし、エロティシズムの根源に触れることができるというような言い方を渋沢がしています。結局のところまとめるとですね、日常的にありそうもないシチュエーションであればあるほどですね、心地いいんです。あるいは快楽の透水度が高いということが、つまりどういうことかというと、イリュージョンであるとかですね、ファンタジー、あるいは想像力の世界というのが実は心地よさというのをかきたてるわけですけれども、これは例えばフロイトはですね、現実元素とそれから快楽元素というふうな言い方をしています。現実には我々は生産的な労働で、実は苦しんでるんですね。何かそれをやらなければいけない。就職するために就職活動しなければいけない。そのためにエントリーしなければいけない。苦しいんですよ、実は。そういう現実の中で生きている、それを解放するというのが快楽だし、我々人間というのは子供の時は快楽原則から成り立っているわけですけども、そういった方向に向かうというのはあり得ることであって、それはそこにはイリュージョンであるとファンタジー、あるいは想像力の世界というのがですね、関わっている。でこれの度合いが、高ければ高いというのは、一つは例えばですね、乱行的な状況というようなものが作り出されれば、それは透水度が高い。さらにはそうではない別のベクトルというかですね、単にそのイリュージョンを楽しむ、こういったものもまたバリエーションとして出てくるんじゃないかというのがここで述べていることです。これが、人類普遍の次元ですけど、あと個別文化の次元でですね。Do you think you could like make a boyfriend with a customer? 難しいな。でも私の友達はそうだった。友達はカスタマーと付き合ってる。あとはボスと付き合ってる、お店の。でもそれもdepends on the storeだけど、私のはクラブだから、みんな40 or 50 years old 大体アベレージが、だから超オールドでしょ。いやちょっと年上。だからそれはない。で
きた人もいっぱいいる。本当。私はありえないけど、私は一回もそういうの思ったことなくて、言われることはあるけど、なんだろう、つけてくださいって言われたことはあるけど、私は嫌だなって思って断ったけど、ガールズバーの友達は結構お客さんと付き合う子いた。キャバは多分ない。ことはあんまりしないけど、完全に私のことを彼女だと思ってるとか、まあいい意味で言ったら、結構旅行行ったりもするし、一緒に、旅行行ったり、遠く行ったりとか、仕事外でそう、もうするって思い込んじゃう。じゃあそれそういう変な彼女だと思ってる人もいれば、普通になんていうの、遊びに行ったり旅行しに行ったりするような、っていう意味でなんか面白い人っていうかさ、やっぱり基本的にこのカウンター越しなんで、やっぱ横についたりはしないんで、そんなに体を嫌な感じで触られたりとかは絶対にない。私たちが聞いて返すのが普通。なんか聞き上手になれってよく言われる。人によるけど、お客さんの私たちの話す話を聞きたいって人もいるけど、基本的には話に乗っかって楽しませるのが仕事。Not all the fake. Not all fake? So it's like... それは depends on the people だけど、私はI love to talk to people and customers, so I don't distinguish the peoples. だから何でも話すし、話してくる人にも聞くし、リスンをするし、なんかあんまり喋らない人にはこっちからスピーキングする。お客さんとあなたはちょっと嘘or 嘘じゃない？ちょっと嘘？上辺。やっぱり普通の居酒屋と違って内輪でご飯とかお酒飲みながらっていうよりかはやっぱり女の子を目的でいらっしゃる方もやっぱりいらっしゃるんで、会話をすごい多くできるので、やっぱりなんていうんだろう、やっぱり人生経験がやっぱり私たちの年代よりか高い方がいらっしゃるんで、恋愛相談だったりとかそういう相談とか、お客さんにもそうですしたりとか、お客さんからされたりとかっていう風なで、やっぱいろんな人がいるから自分の価値観が広がるっていう面ではプラスになってるのかなとは、人生経験の一つとして。そう、普段絶対に出会わないような人とやっぱり1対1で1時間お酒を飲んだら絶対仲良くもなるし、深い話もできるし、それって絶対大人数でフォーマルな場所だったら絶対できないと思うから、出会えないような人とちょっと違った話ができるっていうところもあるし、あと結構キャバクラの女の子ってなんか営業と一緒で数字の世界じゃん。だからもうなんていうの、売れてる女の子は偉そうにして当たり前だし、売れてない女の子はあんまりね融通が利かなくて当たり前だし、そのなんか女の戦いみたいなのが好きいい意味で争えるんでね。In order to get a more diverse opinion, I interviewed JF Oberlin professors on their thoughts of this industry. Okay, when I first came to Japan, hostess clubs and things like that, they were really weird, and I wasn't a big fan. I couldn't see the point, but over time, I've been in Japan a few years now, and over time my opinion's changed a bit. I met one Japanese friend. He actually found his wife through a hostess club. Okay, actually, they've been married for 6 years now. She was Chinese.
He used to go there all the time. That was his favorite girl. Paid a lot of money. He seemed very happy. Seems real. My early conclusions are that there's something lacking in their capacity to form relationships. It's a commercial transaction, so there isn't the normal give and take that you'd find, between friends. So there are some things which, Japan triggers, some kind of taste sensors in international journalists, and it's the latest thing from Japan. And so things can explode in Japan or explode into international media which have no foundation. 日本は漫画とかアニメの国ですから、そういうのと同じようなことを現実でも体験できるそういう仕事があってもおかしくないと思います。For many Japanese people that I've known, very often they seem to be disconnected from other people in ways that might be just part of modern urban life, but so they seem to find their solution to that disconnectedness seems to be in places like these clubs, and I've had students who work in places like that too, and it's always surprised me that they seem to think that it's kind of normal. 私は、あまり好きではありません、でも、そういうのが必要な人もいるので仕方がないかなというふうに思います。I can't help but think that in Japan it's fallen into the background very, very quickly, even though it sounds like the kind of thing you might remark upon. Some of these guys, they work in environments where they can't meet women. They work in all men's offices and things like that, engineering department, things like that. And then when they go out, they are a bit shy, and the personality and the culture is hard to meet people just on the spur of the moment. So for them, the only way to get close to a woman is to go to one of these clubs. I actually think that the businesses, the people who establish these businesses, are to some extent predatory. And that bothers me. I'm not as bothered about the fate of the people who work in them, but they seem to be taking advantage of other people's weaknesses. そうですね。日本人はすごく真面目でいろいろなことをきちっとするというところもあるし、そういう遊び心もあるので、それでバランスが取れているのじゃないでしょうか。You can walk through Akihabara and you can see these girls, and it seems like part of the craziness rather than anything remarkable in itself. でも私の家族とか知ってる人がそういうところに行くのは反対します。お金もかかりますし、もっと違うことで、自分を楽しませるようにしてほしいなと思います。Yeah, maybe because daily life is so severe and so many rules and regulations, and then these fantasy lives, just the opposite swing of the pendulum. ページの一番右下ですね。ファンタジー産業にですね、日本の文化の次元というのがあるはずだということです。でこれは直接的なセックスを目的としないようなその性の文化で、その一歩手前でですね、とどまってファンタジーの中に美を求める文化かもしれない。これについてはここでは何の結論もないんですけれども、その文化の次元の問題としてこのファンタジー産業というのは検討することができるのかなという気がします。でそういうふうに思ってたら、この JK お散歩ですね。これはパワーポイントでは、ビデオ見れるようにしたんですけども、これもあれですね、シチュエーションであるとファンタジー、イリュージョンを楽しむ事柄に通じるのかなと思います。グレーゾーンかもしれない。社会学的に言うならばグレーゾーン的なものかもしれないですが、つまり、ダイレクトなそのセクシュアルコンタクトを今日捕まったんですかね、ごめんなさい、今日捕まったんで、捕まった時に、十何万払ってですね、逮捕されたというんですが、それは直接的な性の交渉をやったからです。でこの JK お散歩というのは、その前のその雰囲気を楽しむというようなところで言うならば、ファンタジー産業につながるんじゃないかというのが私の性の人類学という学問側からの試みなんですが、さて。お客
客さんにすごい疲れちゃうのはすごく気を使う仕事だから気を使う心をすごく使う仕事相手の喜ぶことを探し当てて相手の喜ぶように振り回う仕事だからすごく自分のキャラクターじゃないものを作らなきゃいけないすごく疲れる仕事一番はやっぱそういうふうにやっぱ横に座る近くお客様とは距離はないけどなんだろう距離はなんか近すぎず遠すぎずみたいな距離を保って接客できるっていうのが一番かな。フィットしてると思う。日本人って多分世界的にすごいみんな働くと思う。労働時間が長かったりとかそういう中でストレスとかいろいろこうみんな溜め込んでるものを仕事して疲れてるのに出しても仕事があるから飲みに来るってことはやっぱりそこが発散するとこなんだと思うしよく飲みに来るんだと思うけどそれが好きだから来てくれるんだと思うしだからなんだろうねフィットしてると思う、社会なくても大丈夫だけど、ニーズはあるよね。だからオタクとか喋れないでしょ女の子とユニバーシティとかで喋れないからフェイマにして女の子と喋る、だからそのlike a dating system みたいな感じ、ちょっとlike a dream みたいなdream dating dream みたいなのをお金を払って買ってる、それの手伝いでそれでお金をもらってる、なんだろうちょっと女の人を下に見るような文化が根っこにあるから流行るんだと思う、特に日本人にフィットしてると思うのは外国人って女の子と別にさ男の子が女の子と喋りたいと思うのは別に世界共通だと思うんだけど、私から見て外国人って結構フラットに声をかけられると思うのだただ日本人はシャイだから絶対年を取ってかっこつければつけるほど女の子にねお姉さんお姉さんって絶対言えないの。だからわざわざマンツーマンにしてお酒まで用意してっていうのを提供してもらわないと多分シャイすぎて、そうだね、日本人の男の人って女の子と喋れないんだと思う。お酒が入んないと喋れないのはあるよね。だから日本人だけはフィットしてる。It has been an enlightening experience learning about this industry, and yet I still feel there are many more questions left to discuss. I found out that although this industry may be somewhat detrimental, it still carries some positive aspects of interpersonal communications. And from Okuno's lecture, people and sex have changed over time, and different things are necessary to satisfy the pleasurable desires. The fantasy industry may help alleviate these dilemmas. Like many things in life that are used as means of stress relief, the fantasy industry has potential for abuse. Customers can throw their income away on these fake relationships, but who is to say that people wouldn't spend their days in front of a video game or wasting their body on alcohol? These vices are dangerous, but with proper conduct, enjoyment can be produced. The fantasy industry is exactly that. Although more research would be necessary to gain a stronger perspective, this business is a potential for the positive. It just depends how the user chooses.